生歌が上手いグループはどこ？ルセラフィムの口パク問題から生歌への注目度が過熱。エンミックス、イッチ、アイブ、エスパ。生歌が上手いと話題になるグループも、生歌が聞こえないとルセラフィムの生歌問題が話題となりましたよね。口パク問題やエンディング曲でメンバーのカズハが盛大に音を外し、実力が伴っていないといった批判も。しかし生歌が上手いことで注目を集めているヨジャグループももちろんたくさんいます。今回は生歌が上手なヨジャグループやその秘訣をご紹介いたします。ルセラフィムの生歌問題の発端はコーチェラと呼ばれる音楽番組でのステージが理由です。ルセラフィムは2週にわたりステージでパフォーマンスを披露したのですが、その歌唱力に批判が集まりました。1週目のステージでは歌唱に対して SNS 上で辛辣な声が勃発。その影響か2週目のステージではさらに大きな注目を集めていました。パフォーマンスを見ると前の週と比べてバックトラックの音が大きく、ライブ感が薄れている印象です。チェウォンがマイクを外してもチェウォンの声に変化がないのがわかります。バックトラックの歌声が主役でマイクで拾う歌声は小さい様子。ただしこれは映像と音声がずれている可能性も。エンディング曲「Fire in the Belly」で大きく音を外していたカズハ。手をバタつかせるジェスチャーを控え、1回目よりも歌唱に集中する姿を見せました。 SNS 上の批判を受けて意識的に修正されたのではないでしょうか。ルセラフィムのコーチェラステージは過去の自信満々な発言やアンコールでの生歌問題が再燃し、実力不足という批判が広がりました。2週目には改善を期待する声があったものの、ルセラフィムはかぶせを強めてパフォーマンスの披露。1週目の批判に対しダンスを抑えて生歌で挽回する選択肢もあったはずですが、ルセラフィムの弱気なアプローチによりファンからの失望の声も伺えました。歌わないことを選択。何の始まり？歌手が歌を歌ってないからこうなったんだけど、マイクの音は小さすぎて AR は大きすぎて、見れば見るほど音楽番組と変わらない。もちろん生歌がうまいことで注目を集めているヨジャグループもたくさんいます。大学祭でパフォーマンスを披露中の歌唱力に注目が集まったエンミックス。同じ JYP 所属のイッチ。デビュー前から走りながら歌の練習をしていたアイブ。たびたびライブでの実力がものすごいと話題になるエスパなど、グループごとに注目を集めた理由やその秘訣をご紹介いたします。エンミックスが新阪大学の大学祭に出演し、ダイスを披露していた際、突然バックトラックが止まる音響トラブルが発生しました。しかしメンバーたちはその場でアカペラでステージを続け、その歌唱力とプロフェッショナルな姿勢が称賛されました。しかしエンミックスの大学祭での音響事故は実は事前に計画された演出でした。主催側が事前に伝えていたにもかかわらず、メンバーには伝達されていなかったようで混乱が生じたんだとか。メンバーのベイはステージ後にファンに対し、突然音楽が消えて驚いて表情管理はできなかったが体は動いてただ自然に歌ったようだというメッセージを伝えました。主も大学祭のステージを拝見しましたが、音響が止まった後も堂々とした姿のエンミックスに釘付け、むしろ音響がないおかげで歌唱力の強さが際立っています。口パクで実力をごまかす子も多いのに、むしろ実力を見せようと明日なら何かいることがあるだろうか。韓国ではもちろん海外でも人気の高いイッチ。その背景には生歌でも安定感抜群の歌唱力が影響しているんだとか。実力の秘訣をメンバーのチェリョンはデビューを準備する時から生歌の練習を一緒にしてきました。そして生歌を当たり前に思っているからか、難しい歌だと感じるともっと練習をしているような気がしますと回答。さらにユナも生歌の実力というのは練習期間と比例するような気がします。そしてステージに上がり続けているので、そのステージを通じても実力が上がっていると思いますと続きました。もちろんデビューまでに努力をし続けてきたとは思います。しかしデビューした後もさらなる成長や実力の更新をし続けるためには練習生期間以上に努力しているのではないでしょうか。メンバー全員がオールラウンダーとして活躍するイッチだからこそ愛され続けているんですね。ビジュアル、スタイル、歌唱力、ダンス全てが完璧な5人組グループイッチです。生で歌うことを貫くイッチのみんな本当に誇らしいよ。歌唱力の高さに注目が集まるアイブ。特にメンバーのリズの練習生時代は走りながら歌の練習をしていたといった発言も話題になりましたよね。またアイブが大学の学祭でアフターライクやアイアム
お生歌で披露した時は特に「I am」のステージが注目を集めました。その理由がダンスと安定したボーカルで観客を驚かせた中でリズの高音パートがうますぎると翔さんの声が飛び交ったからです。リズはサビ前の高音を完璧に歌い上げ会場から歓声を浴びました。リズのパワフルで美しい歌声は観客を釘付けにするだけでなく心を奪っていったのではないでしょうか。主もリズの点を突き破るかのようなパワフルな歌声が大好きです。ライブ中はリズから目が離せませんね。リズが IVE のパフォーマンスを支えている。IVE はみんな歌が上手いけど本当に歌手と呼べる人はリズだ。リズのボーカルは聴いていて心地がいい。ラストはたびたびライブの生歌の歌唱力が最強すぎて注目を集めているエスパです。エスパが JTBC のニュースルームに登場し最新リリース初のフルアルバムアルマゲドンでのカムバックと先行曲スーパーノバが韓国チャートで超話題になっていることについて話しました。特に最近の大学祭や音楽番組での生歌披露が称賛されており、アンカーがライブの実力に触れると、インターはデビュー前から走りながら歌の練習をしてきた先輩たちの映像を見ながら体力配分やライブでの評価を学び、自然にトレーニングができたと説明しました。エスパは進化を続け、その実力とプロフェッショナルな姿勢でファンから愛され続けています。主もエスパの生歌が大好きなんですよね。ビジュアルの完成度ももちろん最高なんですが、やっぱり実力が備わっていると安心して見ることができませんか。美しいだけでなく走りながら歌の練習をするなど努力も怠らないエスパだからこそライブの生歌もたびたび話題になるのでしょうね。エスパの安心して聴ける生歌最高。エスパの生歌の安定感すごいな。実力あるんだからもっと生歌で歌わせたってや。もったいない。今回は生歌や歌唱力の高さで注目を集めているよじゃグループについてご紹介いたしました。様々な意見が飛び交っていますが、どのグループも生歌がうまいことはもちろん、それ以外の魅力も詰まっているからこそ人気が止まらないのかもしれませんね。皆さんはどの生歌がうまいグループが推しですか？コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。